こんにちは。現在韓国の本育大学にある語学堂に通っている日本人留学生のゆめです。このチャンネルでは韓国留学のリアルな生活や留学準備、韓国での一人暮らしについて発信していこうと思っています。今回は実際に韓国留学をしてみて日本から持ってきてよかったものを紹介します。これから韓国留学を考えている方の参考になれば嬉しいです。はい。まず一つ目はトイレットペーパーです。これ地味なんですけど一番大事で、入居してすぐトイレ行きたくなってなかったら本当にパニックになるんですよ。で、韓国でも、買えるんですけど、ダイソーとか無印で。でも今すぐないと本当に積んじゃうものなんで、1個スーツケースに入れとくと便利かなって思います。ほい。で、次が生理用品で、韓国にもあって安いのも正直日本よりはちょっと高いけどあるんですよ。でも質が絶対日本の方がいいなって私は思って、肌に触れるものとか安心できるものがいいなって思うんで、生理用品は持ってきてよかったなって思いました。はい。で、3つ目が目薬なんですけど、私コンタクト普段使ってて、コンタクト用の目薬がなかなかないなって思って、あるっちゃあるんですけど、種類がほとんどないので、目が乾きやすいドライアイの人とかは、絶対にいっぱい持ってった方がいいなって思います。で、一緒にコンタクトレンズも持ってった方がいいなって思って、ベースカーブとか度数とか探したり出してもらうのがすんごい大変なんで、韓国でも買えるんだけど、最初は日本の使い慣れたやつがいいかなって思います。はい。で、5つ目が薬類なんですけど、特に下痢止め持ってきてよかったなって思って、韓国料理めっちゃ美味しいんですけど、たまにお腹下すことがあって、その時に日本の薬あるともう安心感が全然違うんで、絶対持ってった方がいいなって思います。6つ目は SE の変換プラグで、これ延長コードはいらなかったんですけど、変換プラグはパソコンの充電とかするときに必要なので、持ってってよかったなって思います。で、C タイプとかあるんですけど、絶対に SE タイプじゃないと、グラグラして充電しにくくなるので、SE がおすすめです。7つ目は下着です。これ、売ってるんですけど、サイズが合わないことがあって、特に胸が大きい人とかは探すのが本当に大変なんで、日本で買ってくるのがいいかなって思います。8つ目は日本のお菓子です。これ本当に最強で、特に語学堂行きたいなって思ってる皆さんは、日本のお菓子だよって言ってあげるとすんごい喜ぶんで、一瞬で友達できるんですよ。で、特に人気だったのが3つあって、1つはじゃがりこのアソート、小分けにされてるやつと、グミと、濃い抹茶の味が多分韓国とかいろんな国少ないと思うんで、持ってったらすごい喜んでくれます。はい。で、こっからちょっと文具になるんですけど、9つ目はルーズリーフです。で、見つける力がちょっとない可能性もあるんで、あったらすいません。けど、あんま売ってないなって私は感じました。で、無印で見つけたんですけど、ちょっと高めで、私ルーズリーフ派なんで、結構ショックだったんですよね。なんで、ノートまとめるのめんどくさい人とかは、絶対持ってった方がいいなって思います。あと、バインダーもなかなか売ってないんで、持ってきた方がいいかなって思ってます。私は次の仕送りにバインダーを絶対入れてもらおうって決めてます。はい。こっからが自炊系になります。私すごい自炊するんで、持ってきてよかったものを紹介します。まず、だしの素です。確かコンソメとか、チキンスープが入ってるものは持ち込みが NG なんですけど、魚の出汁は確か OK で、自炊するならもう絶対に持ってった方がいいなって思います。一瞬で日本の味になります。で、本出汁とかは韓国でも売ってるの見るんですけど、ちょっと高くて、出汁ってそんな重たいもんじゃないから、絶対持ってきた方がいいなって思います。で、10個目はサランラップです。で、韓国のラップって、やっぱり、どこの動画でも見る通り、結構使いづらいなって私も思って、絶対持ってきた方がいいなって思います。で、小さいサイズで十分でした。大きいのは、そんな大容量のものを買わない限りは使いません。はい、どんどんいきます。次は、ジップロックですね。で、これ韓国のダイソーでジップロックに似たもの買って漬物つけたら汁出たんすよ。で、冷蔵庫びっちゃびっちゃになったんで、まあ、
私が悪いのかもしれないけど、ジップロックは日本から持ってきた方がいいかなって個人的に思いました。これが最後になるんですけど、一番持ってきてよかったなって思ってるのが、インスタントの味噌汁です。で、まず大前提、韓国の味噌と日本の味噌は全然違います。で、日本スーパーとか大型のスーパーに行けば、日本の味噌売ってるんですけど、大きいサイズが多いのと、具材とかを入れて作るのがちょっと大変っていうのもあって、飲みたい時にさっと飲めるインスタントがあると、すごく良かったなって私は感じています。以上が私が韓国生活をしていく中で持ってきて良かったものでした。次は正直いらなかったなって思うものを紹介します。留学予定の人はぜひ参考にしてみてください。これからもどうぞよろしくお願いします。